チャオ、私の名前はアントニオ・サリエリ。1750年生まれのオペラ作曲家だ。今回はオペラ35プロジェクトをご紹介するよ。オペラ35プロジェクトはイタリアにある私の故郷レネアゴのサリエリ劇場も協賛する国際公募プロジェクトなんだ。レネアゴは今はイタリア共和国の小さな自治体になっていて、この私の名前がついた劇場は1956年に完成した。そこで今度私のオペラプリマラムジカエポイレパローレ、訳すとはじめに音楽、次に言葉という作品が再演されることになったので、そのための若い人材をインターネットを通じて国際的に集めて古いオペラを新しくする、若者による若者のためのオペラにしようという企画がオペラ35プロジェクトなんだ。私の愛したオペラが今も故郷で大切な文化遺産として守り継がれていて、そして私の名前がついた劇場で自分の作品が再びよみがえるというのは実に名誉なことだよ。さて、募集されるのは演出家、舞台美術家、衣装デザイナーで国際公募だそうだから、国籍はイタリア人に限らないだろうけど、年齢は35歳未満であることが求められる。応募締め切りは2023年の2月12日だってね。ちなみに確たる証拠はないけど、このはじめに音楽、次に言葉という作品は私が35歳の時に書いた作品だから、それをもとに35歳という年齢が決められたか、あるいは35歳未満を集める企画だったからこの作品が選ばれたか、そういうことなんじゃないかな。実はこのはじめに音楽、次に言葉は私がモーツァルト君とオペラの共作を行った作品なんだ。1786年の1月にウィーンでヨーゼフ2世陛下の妹婿でもあるオランダ総督のアルベルト・フォン・ザクセン・テッシェン公爵にお会いした時、私とモーツァルト君はそれぞれ一冊のオペラ台本を渡された。私がはじめに音楽、次に言葉、モーツァルト君の方は劇場支配人という作品だったよ。よく2月7日に開かれる祝宴を飾るためのもので、もともと私たち2人に共作をさせるというアイデアは陛下が思いついたんだ。それで私たちはそれぞれ曲を仕上げて、当日には自分たちで指揮を執った。どちらの作品も観客の評判はとても良くて、その後ウィーンで何度か再演もされたんだよ。それじゃあせっかくだから、はじめに音楽、次に言葉のあらすじを紹介するね。この作品はオペラブッファ、わかりやすく言うと喜劇オペラに分類されるもので、滑稽な内容を扱ったコメディなんだ。物語の主題はとある作曲家が4日間でオペラを書けという無茶を言われて奔走するというもの。まず主人公の作曲家が自分のパトロンの伯爵に祝宴用のオペラを4日で書けと要求される。主人公は台本詩人に相談に行くんだけど、詩人は無理だと言って怒る。でも作曲家は曲はもうできているから適当なセリフをつけるだけでいいと言って詩人をどうにかなだめる。次に詩人と作曲家とそれぞれのパトロンがひいきにしているブッファとセーリア。ブッファがコメディであるのに対してセーリアはシリアスな作品のことだね。その歌手を主役にねじ込もうとしてくる。その2人はお互いにライバル意識を燃やして喧嘩を始めるんだけど、それぞれが火花を散らして勝手に歌うと見事に調和して素晴らしい共演になったので、みんなが満足してめでたしめでたし、それで幕になる、そういう作品だよ。それじゃ最後に改めて説明するね。オペラ35プロジェクトはイタリアのレネアゴにあるサリエリ劇場で上演されるアントニオ・サリエリのオペラブッファ、はじめに音楽、次に言葉を若者の手で現代的にアレンジしようという企画で、応募のための資格の一つは35歳未満であること。採用された人材は現地レネアゴに滞在し、計画段階から最終的な初上演まで全ての段階に関わることが求められる。ちなみに歌手や演奏者、指揮者も35歳未満の人材を採用することが予定されているそうだよ。国際公募だからこの動画を見ている君たちにもきっとチャンスがあるよ。我はと思う方はぜひ応募してみてはどうかな。オペラ35プロジェクトの募集サイトは概要欄に載せておくね。それじゃサリエリでした。またね。